はいたい、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。さて、今日は前回に引き続きハブです。前回はハブ博物公園にてバンソンさんとクリスタルがハブについてあれこれ勉強していましたが、爬虫類ラブな方にはたまらないスポットでしたよね。さあ、今回は次のスポットで駆除されたハブが現在どのように活用されているのか、素敵な試みのお店や、またそこから生まれた新たな商品などを紹介していきます。早速見ていきましょう。じゃあ次はハブの皮を使って素敵なアクセサリーを使ってるこちらユイファクトリーさんでいろいろ職人技を見たいと思います。おしゃれですね。はい、ユイファクトリーに入りましたけれども、コーチさんお久しぶりです。はい、じゃあコーチさん、ぜひどういったお店の概要を皆さんのためにお願いします。はい、私たちユイファクトリーはですね、沖縄で駆除されたハブ、はい、お持ちします。まただって今日ハブの会だもん。こちらです。これはもうお亡くなりになっておられます？市町村で駆除されて、今まで焼却処分されたハブを購入し、こうやって生の皮から製品用の皮に加工をしてます。じゃあ触れます。頭、そうですね。頭以外、頭はまだ毒がありますので。頭まだ毒ある。凝ってる。皮を剥いで、その皮を1ヶ月半から2ヶ月ぐらいかけてこの製品用の皮に乾燥、なめし加工をしますね。人や環境に優しいように、加工をしまして、それで腐らないようにしたものを全部製品にこう縫製するのもうちは中でやってますね。なるほど、いいですね。こうやってね、広げられた実際の皮を見るとだいぶ違いがありますね。ある意味再利用、何かに生かすっていうことはいいですね。ありがとうございます。そうなんです。ちょうどですね、一昨年にこの生のハブの皮から製品用の皮に変えるなめし加工ですね。これがエコレザーという日本エコレザーというものに認定いただきまして、例えば、薬品だったりどういったところから仕入れをしている、で廃棄はどうしている、全てで提出しまして、この機関の方で、自然とあとは人に優しい皮ということで認定いただきました。いいですね。県産の駆除するハブを活用することで生態も崩すことがないし、環境にも配慮したアイテムっていうことなんですね。なんかすごい取り組みですよね。さあ、他にもなんかいろんなアイテムがあるそうですよ。どうぞ。2014年に沖縄のコンテストで最優秀賞の県知事賞というものをいただいたシリーズですね。クガニと言います。黄金だったり宝物っていうような宝物、デザインとこのハブの大きさをうまくバランスを取りながら、作っている商品ですね。すごい素敵ですね。でこのハブの皮使ってくると元のハブの色に近づいたような風合いになるんですね。これ元が同じものなんですか？そうです。もともと最初白っぽいんですけども、使ってくるとこういったハブの黄色っぽい色に近づいて、でも逆になんか自然な感じになってきますよね。そうなんです。折り財布もありますし、名刺入れですか？名刺ですね。あとは小銭入れ。いいですね。ありますね。いや、これかっこいいな。かっこいいな。こちらは男性シリーズなんですけど、女性ものも確かにありましたよね。もしよければまたクリスタルさんが喜びそうなものもぜひ。ちょっとこちらの白い部屋の方が女性の方向けのデザインになってますね。いろんな色があって、なんか淡い色、これ薄ピンク、
薄緑、紫があって、また男性ラインと同じくポイントだけ、ハブの皮使われてるんですけど、同じポイントだけでも全く違う印象ですよね。そうですね。デザインしているのが、女性のスタッフがデザインしてますので、どちらかというと可愛らしく、またポップな感じで作ってますね。はあ、いいですね。今一番一押しのカバンがバッグがこちらですね。はちょうど一見カバンのような感じなんですけども、実は中開けていただくと財布になってるんですね。あ、似合う。は黒と黒。クラッチバッグにもなりますので、ちょっとした結婚式とか、あ。ああ、こうとか。こうとか。そうそう、こうとか。あ、これ両手でなんかこう。あ、なんだろう、ダメだな。もっとなんか上品にこう持ってない？まあなんか隠してるみたいな感じ。気のせいか。すみません。もうその二次使用といえばハブシューぐらいしか思いつかなかったんですよね、今まで。だけれどもこんないろんなものにすっごいかっこいい商品に活かせるっていうのは本当に素晴らしいですね。他にハブって例えばどういったものに使えるんですか？そうですね。この皮だけでなくて、皮を剥いだ実をですね。実。はい。この実ですね。は実を使ったハブそばですね。そばを企画してます。ハブそば。ハブそば。ハブって毒あるんですよね。はい。実は大丈夫なんですか？大丈夫です。頭には毒があるんですけど、頭を取れば体には毒がないので、はい、新鮮な実だけを使ったハブそばですね。なんかいろんなアイテムを作るまでにすごく手間暇かけて作られてるんだなって思いましたし、また怖いとか猛毒のイメージが強いハブなんですけど、皆さん気づきました？商品を見てみると縁起のいい数字と言われている8みたいな模様がたくさんあったので、なんか幸運を呼んでくれる商品のような気がして、なんか一つ持っててもいいなって感じました。さあ次は私がすごく気になっているハブの食べ物だそうです。どんなものなんでしょうか？どうぞ。さあ、もうハブそばに挑戦されてるってお聞きしたので、食べないで帰れないよね。我々は。クリスタルさんどんな気分ですか？今からハブ食べますよ。ちょっとまあ怖くはないんですけど、ちょっと味は気になりますね。どういう発想からハブを食べ物にしようって？普通に考えればさ、毒を持ってるものを食べ物にしようって多分僕その発想がそもそもないかなって思うんですよね。そうですね。実際皮を剥いで、見てたら美味しそうだなっていうところから入りました。今クリスタルの顔。まずハブはどこ？はい、ハブは、ちょうど真ん中の、はい、中心にいる。じゃあ同時にいきますか。はい。はい。いただきます。ハブ。骨が多いので出してあげてください。うまい。ね。めっちゃうまい。なんかヘビって思わないですよね。思えないし、味がすごく繊細。そば自体もハブの出汁ですもんね。出汁ですね。じゃあまずスープを飲んでいただいて、ハブ感を楽しんでいただきたい。ハブ感を楽しむっていう。いつもの沖縄そばと違うね。そう全然違いますね。繊細なバランスの味の中に苦味が出てるので、これもこれでまたすごいなんか高級感があるんですよ。この苦味、このえぐみをですね、そのまま出汁を取ってしまうとすごく強くなるんですよ。飲めないぐらい強いので、それをもう30分ぐらい下茹でして、その苦味えぐみを抜いて、それから8時間ぐらいゆっくり炊いて、出汁を取ることによって少しだけこのハブ感が感じられるようになってますね。もう時間たくさんかかってもその無駄にしたくない、何か商品化したい、何かハブを生かしたいっていうなんかハートがすごいですね。このなんだろう、
そう工夫っていうか、ねそこにかけてる頑張りがどうしてどうしてそこまで？そうそうですね、もう皮を使わせてもらってるので、まあ少しでも何か恩返しじゃないですけど、まあ、できる限り何か全てを使うっていうことを形にできればといつも思ってますね。すごく日本の心ですね、そういうところが。ありがとうございます。もうこれからね、どんどんはいハブをいろんなものに生かして、はい、もっとみんなをびっくりさせてください。嬉しいです。びっくりさせます。お願いします。楽しみにしてます。はい、ぜひいただきます。はい、どうぞ。うん。いやー、ハブそばなんか意外な味なんですね。なんかクリスタルが一番生き生きしてたなって笑顔が見れましたよね。美味しいって言ってたので私も味わってみたいなと思いました。すごくハブそば貴重らしくて、月に1回そして数食限定で販売しているということなんですよね。皆さん味わってみたい方、ユーファクトリーのホームページや SNS でチェックして試してみてはいかがでしょうか。さあ、ハブのあれこれ今日いろいろ分かったんですけれども、クリスタルの方はどうでした？やっぱりなんかね、もう言いましたね、ヘビがちょっと怖いんだけど、もう今日はそのヘビの恐怖が少しなくなってた。少しだけね。もう前はもうハブが悪いところしかないと思ったんですけども、今日はまあいいところ見えてきました。ただやっぱりね、自然界の中のハブとあんまり出くわしたくないですね。やっぱりちょっと怖いですね。だからもう探さない。よかったです。もう探さない。それも分かってよかったです。それでは皆さん、See you see ささあ今回も見応えたっぷりの回でしたね。私もクリスタルと同じでハブが苦手だったんですけど、ハブ博物公園でハブの生態について学んだりとか、ユーファクトリーさんの新たな試みだったり、ハブに対する思いだったり、なんかどうしてこんなにハブの魅力に引きつけられたんだろうって思う部分もあったんですけど、なんかいろんな発想やアイデアが斬新で面白いなって思いました。さあ次回は今回の前編でお邪魔しました沖縄ワールドを散策するということです。沖縄ワールドは定番の観光スポットで、沖縄の自然、歴史、文化を丸ごと体験できる施設になっていますので、どうぞ皆さんお楽しみに。お二人今日もありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。うにげーさびらうんじくみそうりよ。